世界チャンネルのコウタです。タイです。今日はタイミさん、はい、最終回と、はい、ついに、いうことで、私が起こしてしまったバイク事故、ベトナムでのバイク事故、そしてタイミさんに怪我をさせてしまって手術、入院、治療、療養という形で今までお送りをしてきました。事故については詳しくは前回、前々回のこちらの動画をご覧いただければというふうに思います。で、今日はその事故だったり入院だったり、怪我に対してかかったお金について全般お話ししていきたいと思います。それでは行きましょう。Let's get started。世界中チャンネル。さあ、まずはかかったお金の合計からお話をしていきましょう。はい。今回手術、入院、治療、療養と結構ね、いろんな工程がありましたけれども、じゃあどれくらい全額かかったのかということで発表したいと思います。はい、で、今回この怪我のかかった入院だとかいろいろもろもろ含めていくらかかったかというと、8万870円です。拍手なのか何なのか分かりませんが、でも多分見てる人は意外と安いやんって思ったんじゃない？我々も実感値としては相当安いなというふうに思いました。もう事故を起こした当初はもう覚悟していたのは、もちろん20万30万だったら全然払うし、100万って言われてもそれは仕方ないかなというふうに思って、このような状況になったんですけども、結果的に8万870円という形で非常に安く済みましたということです。すごいね。これからはね、じゃあ具体的にどこにどれだけお金がかかったかということをお話ししていくと、事故の当時の入院代と手術代が3万4200円と。これが異常に安くない？これが異常に安い。なんか異常に安い気がするんだけど。だって手術もあれだけ人を割いて救急も処置をしたね。そうで、入院もしていろいろ点滴とかも打って全部の合計が3万4200円ということで非常に安かった。手術もさ1時間半かかってさ、ドクターも2人いて、看護師さんも5人ぐらいいたんやで、それの体制でだからこれがベトナムの物価であるし、さらには国立病院で良かったラッキーだったということになると思います。本当にありがたいですね。で、初日ね、退院時に、支給された処方された薬が、3400円ということになります。手術入ってなんかエビさんみたいな形になってって言われて、脊髄にブシュって注射して、でそこからすごい注射一挙にブワーって効いて、その後通院が必要になっていますと、いうことで、通院代これがですね、だいたい1回あたり600円消毒しましたと、毎日消毒してくださいと、傷口をというふうに言われたので、退院翌日から病院に通って消毒をしましたと。それも安かったよね。これでも国立病院じゃなかったからさ、もし国立病院やったらもっと100円ぐらいやったんかな。安かったのかな、ちょっとわからないけれども、近くでも安って思ったけどね。で、これが10回ぐらい通ったんですね。だから合計で6000円ということで、驚いたのが、約12日後ぐらいに抜歯をしたんですね。で、抜歯をして消毒をしてもらって、いくらかなと思ったらそれも600円ということで、つまり消毒代しか取られてないと。そうだね、処置代って感じなんかな。多分抜歯だからすぐこうやってね、ちょっと抜くだけなんで、パチンパチンパチンってピュピュみたいな感じだから、多分日本だったら結構かかってくると思うんですけど、よくわからないけどすごい安かったね。請求はされなかったという形になります。で、さらにレントゲンを2回取りましたと。そうですね。いうことで、この額が1回2460円、で2回で4920円ということになります。で、さらにタイメさんは結構苦労したバッテン前回の非常に痛かった、見てくれた人いると思いますが、バッテンですね。つまりワイヤーで骨を固定して、バッテンといって釘を抜く、つまりそのワイヤーを抜く作業があるんですけども、料金が1万1142円という形で、とても安かった。めっちゃ安いね。今先ほど抜きました。めっちゃ痛かったです。めちゃくちゃ痛かったんやけど、みんなあっという間でさ、一瞬だけ痛いだけやでみたいなこと、針金抜いたことある人言っててんけど、もうマジでそんなレベルじゃなくてめちゃくちゃ痛くて、なんかもう冷や汗出た。でも危うくこのバッテンについては10万円以上取られそうになったという経緯がありますよね。それはちょっと詳しくは前回の動画でご覧くださいという感じです。
で抜点の際に、抗生物質とか栄養剤ですね、カルシウムとかそういうのを処方されたので、それが5088円という形で、でこんな感じで病院代全体にお支払いしたのが6万5350円でした。すごい。ということで、これ本当に安かったなという、助かったなというような話めです。ちゃ助かったね。それ以外でかかったお金って何かありましたか？まずはですね、事故当日、はいはい。履いていたスニーカーを切ったりとかしてね、服とかもすごい汚れたというかね、血になったりとかしたので、着替えを買いましたということで、B さんとかも含めて、だいたい3000円ぐらい、お菓子も含めてですね、3000円ぐらい。お菓子というのは皆さんにお配りした入院のそう患者さんに入院患者さんにお配りした同室のお菓子をね、ありがとうという気持ちで大変お世話になったので、渡しましたというのも含めて3000円ぐらいという感じですね。で、そして面白かったのが松葉杖を自分で購入とそう病院が用意するわけではないみたいな、そうなんですね。だから近くのなんかその健康器具屋というか、そういった専門店で敷地のすぐ向かいにある、専門店で松葉杖を購入して使ってもらった、それが結構ね最新と言いますか、ちゃんとステンレス製の軽くて、しかもなんか機能的な高さも調節できるしということで、これがなんと安くて1320円ということで、とても安かった。で傷口なんかはね、テープで補足したりとかした、あるいは脱脂綿とかね、包帯とかも買ったりしたので、これは自分の薬局で買ったということになりますが、それがだいたい800円ぐらいかかりましたという感じです。であと個人的にね買った隊員さんが痛いっていうので、痛み止めをそう痛み止め、これが320円という形になります。安かったね、それも。しかもさ、なんかバラ売り、バラ売りできる。そう1個いくらなんだ、いくら欲しい、何個欲しいんだみたいな形。箱じゃないねんな。そこがすごくない？箱でも売ってくれるし、バラでも売ってくれる。だからそういうのはあれじゃん、やっぱり所得層がいろんな方がいるので、1個だけでいいんだけどっていう人もいるはずなんだよね。でさらに交通費がかかりましたということで、主にグラブタクシーというのを使いましたということで、これが非常にやっぱりいつの世でもありがたいと。どの国行ってももうグラブさんすぐ来てくれるし、グラブもな安いしな、グラブ作ってくれた人ほんまにありがとうやな。というわけで1回あたりだいたい360円めっちゃ安いよな。でこれもね、初乗りは180円とかなんですけども、ちょっとかかって360円で、結構やっぱり通院も往復なんでね、かかったりとか、いろいろ他にも連ドケ取ったり行ったので、だいたい18回乗りましたということで、360×18 ということで、6480円ということで、これはしょうがない必要経費かなというふうに思います。でさらにかかった経費としては、隊員さんが消毒の期間ですね、抜歯までの期間はお風呂に入れませんでしたと。水に濡らしちゃダメって言われたから、いうことでシャンプー屋さんに通いましたということで、近くにあるシャンプー屋さん、シャンプー屋さんっていうかスパ、シャンプーマッサージのねお店に通って、でこれが1回あたり600円プラス30分で、そう30分ヘッドマッサージもしてくれてめっちゃいいんですよ。気持ちよかったですってね言ってましたけど、そこがチップも含めて720円ということで、5回通ったので3600円という形になります。すごいね、知れてるね。はい、つまり、病院代金以外でかかった経費としては、1万5520円という形で、これも本当にベトナム様々だなというところはあると思います。日本で例えば病院行くのにタクシー使ったなんて言ったら平均で2、3000円かかってしまうのが普通なので、場所によってじゃなくてもうだってちょっと行ったら2000円はかかりますよ。そっか、するか。トータルが、トータルで病院代と、通院など含めて8万870円ということで、我々的には本当に一安心と本当ですねいうことですね。病院だけの費用だったらもう6万円台よ。すごくない？それって安いですね。信じられへんくない？ありがたいという話ありがたいです。ちなみにこの世界中チャンネルは、数ヶ月ごとに国を変えて移住している経営者夫婦が世界での暮らしや旅行術、移住しながらの仕事のやり方など、世界にまつわる全てをお伝えしているので、ぜひチャンネル登録をお願いします。でここで気になるのが、次のコーナーとして、保険についてお話をしたいと思います。結構コメント欄でもね、保険どうしてるのっていう話は聞きますけれども、我々は海外でどうしていたのかというと、実は無保険でした。そうね、今回の
タイミングでは無保険。そう何も入っていませんでしたということで、それ理由があるからね。多くの方はね結構驚かれる方もいらっしゃると思います。はい、衝撃の告白でみんなびっくりしてると思いますけど、いやこいつらやばいやつだな。大丈夫かという方がいらっしゃるかもしれませんが、まあ一応入ってないには理由が3つほどありまして、それをねお話ししていきたいと思います。で以前は後ほどご紹介するデジタルノマドという人たち向けの保険というのが今出ておりまして、すごく時代が発達しているということで、それに入っていましたということで、ところがその保険料が2人して毎月2万7,000円ぐらいかかるんですね。まあまあ、3万円近くかかるということで、年間32万4,000円かかるんですね。だから、医療費が何かあったとしても、アジアなんで、その範囲内に収まれば、30万円の範囲内に収まればいいかなというふうに思っていました。なおかつ我々はこの2年半ぐらいの間で病院かかったのは多分タミさんだけだよね、その時の歯医者のいて。だからもしずっと料金を保険代に払っていたとすると100万円ぐらいの枠があるという考え方なので、その範囲で収まれば問題ないかなと思ってやりませんでしたというのが一つの理由です。アメリカではそういやいかへんからね。そう、アメリカだったら絶対ダメ。アメリカカナダだったらやばいのでダメですけど、アジアだったら通用するという話になります。で2つ目はですね、我々にとって大きかったのが海外療養費制度というのがあります。我々は日本では今現在住民票を持っていて、保険料を払っています。国民ちゃんと保険払ってます。健康保険ですね。でそういったものを払っているので、保険に日本の社会保険に入っている人に向けて、実は海外で怪我や、急病ですね、そういった場合で治療や入院手術とかになった場合、もちろんお金がかかる場合がありますと。で日本に帰った時に日本の治療費と比べてですね、あまりにも高額だったらある程度補助しますよっていう制度が優しくないあるんですよ。僕も知らなくて、だから国民を守ってくれようという日本のありがたい制度なんですよね。日本本当にすごいねこれは。だって絶対ありえなくない？こんなさ、これ他の国では絶対ないよね。絶対にない。びっくりだね。と思う。わかんないよね。他の国はもっともしかしたら福岡のね、北欧の国はもっとすごいのかもしれないけども、でもすごいよね。あるので、もし課題になったとしてもそういった制度を利用したら可能になってくるだろうなっていうのがあります。申請したら返ってくるっていうこと。そうですそうです。もちろんその中には、しっかりとした診断書とか、あとは領収書とかっていうのをちゃんとキープしておく必要があるんですけども、詳しくはいくら返ってくるのかどうかって複雑な計算になるので、ぜひご自身でねこちらをお調べいただいて、適用いただければというふうに思います。というわけで、あんまり破産するような、巨額にはならないだろうというふうに思ってました。アメリカ以外ですけどね、何度も言いますが、アメリカはやばいから。じゃあ3つ目って何ですか？最後の3つ目というのは、それはクレジットカードの付帯保険というものになります。これが結構多くのさノマド民はこれを駆使してるよね。もう本当に私たちは全然まだそのレベルに達してないんですが、マニアな人たちはなんか何枚のカードを持ってこの順で使っていくと全部1年間保険がカバーされますよみたいなことってできるんですけども、そこでご紹介したいのは、これは利用付帯と自動付帯というのがありまして、つまり例えば航空券買うときにこのクレジットカードを使わないと保険が適用されませんよというのが利用付帯、利用しないと付帯しない保険。で自動付帯というのは海外出た段階で自動的に付帯されるというのが自動保険、自動付帯ということになりますので、その意味で我々が持っているいくつかカードを持っていますが、その一つご紹介して皆さんにお勧めしたいのが、楽天プレミアムカードというものです。これはね、旅行する方なら必ず1枚は持っていただきたい。よくね海外行くよとか、海外興味あるよっていう方は持っていただきたいようなクレジットカードになっています。なるほど。でこれはですね、年会費は1万1000円かかります。海外旅行障害保険というのがついておりますということで、これが自動付帯になっております。ですから海外出る段階で3ヶ月間は補助されると。出国から3ヶ月ってこと？そうですそうです。ですからその時間はそういった保険料とか払わなくて大丈夫ですよっていうような制度です。だから3ヶ月で1回例えば日本に帰ってもう1回海外出たらまた3ヶ月付帯される？可能ですね。はい、そんな形になりますので。便利ですね。だからよく日本行ったり来たりする方はもうそのクレジットカード1枚で保険はほぼ大丈夫という形になります。でさらにこの楽天プレミアムカードというのは、プライオリティパスというのがついてきます。これいいね、大好きな。タイミさん大好きプライオリティパスという、空港のラウンジが使えるという覚えてますか？何回使いますか？ 5回。そう、年間5回
まあ解約は解約しちゃって5回その恨みを持った言い方やめてください今までは無制限でいい無からね制限で使えたけど、まあ我々にとってはすごい助かったんですね。もう毎回それ使って、まあ、我々のようなもう1日2回行ったりとかして、そう使いまくる人のせいでそうですね、我々みたいなそういうせいで解約されたんだと思いますけど、まあ、とにかく5回まで、それでもね、5回行けるんですよ。本来であれば3000円ぐらいとかかかってしまうラウンジが5回行けて、1人3000円やからね。そう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 、まあいや1人と1枚ずつ持っていけるだからまあ5回行けて、食事を取れたりとか、そうゆったりできたり、ネットにつないだりとか、ドリンクもまあお酒好きな方はお酒飲めたりとかするんで、タイなんかマッサージも受けれますよ。そう人の無料でね無料ですごいです。で、ぜひねそういったもので使えるので、これも加味すると1万1000円というのは十分お釣りが来るというふうに思ってますので、使っていますということで、そうやな、楽天プレミアムカードは旅行の際に超絶おすすめなので、ぜひ概要欄からお申し込みしてみてください。ね、ぜひ申し込みしてみてください。でとはいえですね、我々ですね、今回事故に遭った時がその3ヶ月の保証期間は過ぎておりましたということで、まあその時に保険に入ろうかどうかって迷ったんですけど、やっぱり先ほどのね2つの理由によってまあ大丈夫だろうということで、まあ今回は大丈夫でしたと、あんまり超過大なね請求もされずに大丈夫でしたということで、でも危ないよな。そう危ないのでやっぱりまあ思い直して入った方がいいだろうとね、安心のためには入った方がいいだろうということで入り直しましたということで、それをご紹介したいと思います。どんな保険ですか？それが元気保険と。何その名前？元気インシュランスという元気で元気？元気なんです。これ本当に元気から来るもので、なんとどこの国のやつ？ドイツの会社なんですよ。ドイツの国なのに国が元気デジタルノマドっていうね、我々みたいな、まあ、住所不定でも職はあるみたいな、世界中をいろいろね、回っているような人たちに向けて発行している保険というもので、デジタルノマド保険ですね。そうですね、デジタルノマド保険。元気保険って名前がすごいね。まさにこれは日本の元気というのが由来になったということらしいですね。でこれはね、最大100万ユーロ、つまり1億7000万ぐらいまで、1億6000万とか7000万ぐらいまで保証されるという、まあ、制度なので、アメリカも入ってる保証。アメリカとカナダにおいては実は一部例外があるので、これはまたアメリカでがっつり過ごしたいっていうんであれば、これはまた、アメリカプラスみたいなオプションがあるんで、それはまたね、気をつけなきゃいけないところですけれども、でもまあアメリカ以外に住む方にとってはこれで十分、アメリカとカナダ以外ね。だってね、1億とかさ、アメリカじゃないとそんな金額にならなくない？ですね。というのが我々が入っている保険ということで、こちらもぜひね概要欄から入ってね、検討してみていただければというふうに思います。チャンネル登録お願いします。さあ、ここからはね、まあ、雑談形式なんですけれども、ちょっと総括をしてみたいと思いますと。まず第一に皆さん、バイクの運転は慎重にと、気をつけてそんなにねする機会もない方だったり、あるいはもうバイクなんか怖くてできないよっていう方がほとんどだと思うんですけど、もしする場合は本当に慎重にということで、私もちょっと油断があったので、今後はね本当に慎重に慎重を重ねた上で運転したいというふうに思います。であとは、まあ、怪我に関しては、大明さんこれ何ですか？ダナンでよかったなっていうのが正直なとにかくまずさ、物価が安いところやからさ、いろんなものに関して全部安かったり、さっきのさシャンプーとかもさ激安でできたから、本当に費用を心配せずに過ごせたし、それがすごい良かったなってめっちゃ思う。海外で事故病気の際に一番、やっぱり心配なのがこのお金と技術、医療技術ですよね。でお金に関して本当に安くてよかったということがありますし、技術に関してはこれ日本の整形外科医のプロの方に聞いたんですけれども、意外とこのバイクで怪我する人が多いから症例が多いんですね。手術数が多いので技術しっかりしてるねというふうに言っていただいた、レントゲンとか見てもらったりとか、傷口見てもらったりとかしてね、そういった形で、技術はまあそのものによったりとかするんでしょうけれども、そこまでちゃんと病院選びさえ間違えなければ問題ないかなというふうに思います。ずっとさ病院いたから、あの時朝からざっくりさあそこにさ運び込まれてる人たちの人数ってなんとなくわかるやん。多分さ150人とか200人ぐらいおったと思うやんか、多分運び込まれて、だからあれぐらいの
そのうちの半分ぐらいが手術してるとしたらさ、うん、毎日さ100件ぐらいの手術をこなしてきてる可能性あるんじゃない？そうね、結構な数が交通事故系が多かったかなっていう交通事故めちゃくちゃ多かったもんね、印象なので、技術はとりあえずあったんじゃないかなというふうに思います数こなしてます、はい、でさらに安さという点というか、シャンプーのね、お店があったので、非常にこのお風呂に関しても本当に快適に過ごせたという。めちゃくちゃ良かった。バリだったら、あるんだろうけども、同じ値段とかそんなに多分数もないし、どうするん？ダナンはね、もう3軒に1軒シャンプーマッサージみたいな、そんなぐらいカフェシャンプーマッサージ別の店みたいな、そんな感じになってますんで、その意味でも良かったかなというふうに思います。であと、我々にとっては時期が非常に良かった。ほんまにもうさ、移動の時とかに重なってたら終わっといたような。そう、今回は3ヶ月住む予定で1ヶ月過ぎたぐらいのところで事故に遭ったので、全治2ヶ月って言われたからね。そう、2ヶ月間ベトナムで療養できたということで、これはすごく安心して、もしね1週間後に次の国に行く予定だったのにとかいう形でやると、またビザの問題も出てくるし、本当にそのまま滞在できるのかどうなのかっていう問題、次の予定も全部崩れてきちゃうしということで、デジタルノマドの欠点というのはこういったところがあるかなというふうに思います。そうやな、移動が確実にあるというね。そうですね。ただお仕事がさ、全部オンラインでできるから、怪我した翌日から別に普通に仕事できるぐらいのさ、足痛くたって、ひとまずパソコン触れたら問題ない。タイミさんは実質事故の2日後から仕事を朝からしていたと、ミーティングして、手術後2日後やんな。でも普通にそれもできたからね、問題なく、そういう部分ではデジタルノマドいいよねって。そうですね、このように、デジタル化しておく仕事をねということが一つ重要かなというふうに、収入のためにもね、思いました。はい。今回はベトナムの事故について、病院代とか療養費、それから保険などについて、お金のあれこれについてお話をいたしました。この動画参考になったという方は、ぜひチャンネル登録、あるいはいいね、またはコメント欄、こいつここがしいぞとかね、これ良かったとかね、いう話があれば、ぜひねコメントもいただければというふうに思います。はい。それではまた世界中でお会いしましょう。See you around the world。動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。See you around the world.